皆さんどうもこんにちは。ととねこチャンネルのタクトです。僕は2匹のラグドールと暮らすサラリーマンで、暮らしを整えるような発信をしています。今日はなんとですね、ととねこチャンネルがチャンネル登録者10万人を突破しましたので、YouTube さんから贈り物が届きました。なのでその贈り物を実際に開封していきたいと思います。そして動画の後半では僕今まで自己紹介とか全くしてこなかったので、10個のご質問にお答えするような形で、自己紹介だったりとか、今後のチャンネルの、方向性、このチャンネルの目標みたいなところを語っていけたらなと思ってます。じゃあですね、早速届いたものをお見せしていきます。こちらです。3つ届いてます。で、多分皆さん他の YouTuber さんとかって、10万人登録で、銀の盾だけだったりすると思うんですけど、なんとですね、今、オプションで、課金すると、プラスアルファ商品が届くみたいな感じになってて、記念ということで、まんまと載せられて課金してます。なんで、それも含めてお見せしていけたらなと思います。はい。じゃあ、まずは、こちらですね。はい。おそらくこれが銀の盾だと思うので、これを開けていきます。はい。いきますね。ババーンそうだ。こういうのありますよね。はい。いきます。わー見てください。これ、銀の盾。書いてますね。ここにちゃんと。ととねこ、猫と整う暮らしっていう形で。わーめっちゃ嬉しいです。はい。ちょっと実際に開けていきますね。よいしょ。あ、こんな形で。はい。ととねこって書いてますね。ありがとうございます。もう本当にこれはもう視聴者さん、チャンネル登録いただいた皆さんのおかげなので、これからも頑張ります。本当にありがとうございます。では、続いてが、こっちですね。はい。これがめっちゃサイズは小さいんですけど、重たくて。なんで、これが多分再生ボタンかなと思うんですけど、開けていきます。はい。あ、やっぱり再生ボタンですね。はい、こんな感じで届いてます。これただの再生ボタンに見えると思うんですけど、一応刻印がされていて、よいしょと。はい。こんな感じで見えますか？はい、ととねこ、猫と整う暮らし YouTube って書いてますね。おー、この重み。これがチャンネル登録10万人の重みです。はい、こんな感じで。ちょっとこれはどうだろう。ちょっと倒しちゃうと怖いなと思いつつも、安全な場所に、立てかけて飾りたいなと思います。はい。そして、最後が、こちらですね。こちら多分表彰状みたいなものがあったので、それかなと思います。はい。では、開封していきます。ババーン。来ました。お、意外とサイズが小さい。飾りやすくていいですね。はい。こんな感じで、かっこいい。ちょっと日本語版とか英語版とか、各国の言語を選べるようになってるんですけど、英語版を選んでます。こんな感じです。あ、ごめんなさい、逆でした。よいしょ。ちょっともう開封しちゃいますね。はい。こんな感じで、鏡みたいな鏡面になってますね。はい。これ多分英語で読めない方多いと思うんですけど、初めてのチャンネル登録者覚えてますかみたいなエモいことが書いてあります。はい。なんで初心を忘れずに、これからも頑張っていきたいと思います。じゃあちょっとこれ開封したものを並べてみますね。はい。こんな感じで、今回届いた贈り物たちを並べてみました。いやー、10万人突破っていうことで、なかなかまだまだ正直なところ、10万人の方がこのチャンネルを見てくれてるんだっていう実感がないっていうのが本音なんですけど、こちらのですね、症状にも書かれている CEO さん、YouTube の CEO さんですね、からのコメントにある通り、本当にチャンネル登録、初めてのチャンネル登録者のことを忘れないで、これからも活動を続けてくださいねということなんですけど、僕の場合チャンネル登録、初めての登録は妻だったんですけど、これだけの方が応援してくださってるっていうことを忘れないように、これからも日々ですね、価値ある情報の発信を取り組んでいきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。じゃあ、残りの時間では、もう今まで自己紹介とか全くしてこなかったので、10個の質問にお答えをしていきたいと思います。それでは、どうぞ。はい。ここ
からは妻に質問してもらいながら10個の質問に回答をしていきます。長くなっちゃう可能性もあるのでテンポよくいきますね。1、出身地はどこ？はい、出身地は大阪です。関西弁があんまり出てないつもりなんですが、イントネーションでバレてしまうことが結構あります。2、今住んでる場所は？はい、今住んでる場所は東京です。4年ほど前に東京に引っ越してきて、ようやく東京に慣れてきたかなって感じですね。まだまだ行ったことない駅とかたくさんあったり、本当駅ごとに東京って雰囲気が一気に変わったりするじゃないですか。なんで結構その面白さを感じていて、妻や友達とか週末に出かけたりしてます。3、学生時代はどんな学生だった？学生時代は最近結構意外って言われるんですけど、僕は中学生の時引きこもりでして、オンラインゲームにハマってしまって、もうろくに学校も行かずに家でゲームしたりとか、あとは中学の時プログラミングの面白さにハマって、中学から大学の卒業までずっとプログラミングを続けてました。大学でも理系で情報工学を専攻してて、最後は自動運転の研究で実際にアルゴリズムを作ったりしてました。あと、引きこもりだった分、結構コミュニケーションが苦手で、克服するために大学時代に婚活パーティーの司会をやったりとか、あえて人前に立つ訓練をして、少しずつ苦手ではなくなっていきました。4、猫を迎えしたきっかけは？はい。お迎えしたきっかけなんですけど、1匹目のココちゃんをお迎えしたきっかけは、完全に妻です。妻は実家でラテとノアという2匹の猫ちゃんと暮らしていて、僕と結婚を機に東京についてきてくれることになったんですけど、猫がいない生活が本当に考えられないってことで、なので、もともと結婚したタイミングでお迎えすることはもう決まってました。で、2匹目のミコちゃんなんですけど、とはいえ共働きなので、家を留守にしてしまう時間が結構出てきてしまって、なので、ココちゃんの人生を考えた時に一緒に遊んでくれるお友達が必要だよなっていうことで話し合った結果、お迎えすることに決めました。5、YouTube を始めたきっかけは？はい。YouTube 始めたきっかけは、もともと YouTube 好きだったんですけど、便利グッズとかガジェット紹介系のチャンネルをよく見てたんですけど、ちょうど妻と一緒に何か達成感を味わえるような趣味が欲しいなと思った時に思いつきました。仕事もですね、それぞれ達成感あるんですけど、家族となるとなかなか一緒に取り組んで達成感って結構限られてたりすると思うので、妻もココもそしてミコも一緒になって協力して動画作りしてる感じが楽しくて、今本当に始めてよかったなって思ってます。6、なぜこのチャンネル名にしたの？はい。チャンネル名は、最初、ココミコチャンネルっていう、猫の名前で始めるのもありかな、なんていうのを思ってたんですけど、ただ、妻の影響で、猫ちゃんをお迎えして、一番最初に思ったことが、本当に猫ちゃんって癒しの力はすごいんですけど、ただ実際にお迎えしてみると、必要なものも結構多かったりとか、それこそ東京暮らしの部屋では、なかなか部屋が狭かったりするんで、ごちゃごちゃしちゃうなって感じで、で、妻が Amazon とか、楽天で見つけてくるような猫グッズが、そんな猫と暮らす方の困りごとを解消するようなものがすごく多くて、めっちゃ助かったので、それをみんなに伝えていきたいっていう風に思いました。で、なので、そういった自分の猫を主役にするチャンネルじゃなくて、視聴者さんと視聴者さんの猫ちゃんがもっと快適に整った暮らしができるような未来に向けて価値ある情報を発信しやすい形のチャンネル名にさせていただきました。7、YouTube をやっていて良かったことは？YouTube をやっていて良かったことは、そうですね。やってなかったら出会えなかったような視聴者さんだったりとか、あとはメーカーさんとかと出会えたことが良かったなと思ってます。それこそ今日みたいに家族でこういった達成感、喜びを分かち合えることもやって良かったことです。8、YouTube をやっていて大変なことは？大変なことは、意外とやることが多くて、効率化しないと絶対にタスク崩壊してしまうことです。なので、本当に僕自分がやることと人にお任せすることっていうのを明確にして、事務作業とかはもう AI フル活用でテクノロジーを駆使してチャンネルを運営してます。9、YouTube の目標は？はい、そうですね。目標。10万人を目標にやってきたんですけど、それをクリアできたということで、今後はもう登録者人数にはこだわらずに、猫と暮らす方、そして猫ちゃんの、生活がより豊かになるような価値のある情報を皆さんに届けていきたいです。あとは、
最近ハンドメイド作家さんとか、あとは製品をまだ出したばかりの、まだまだ知名度の少ないようなメーカーさんからお声掛けいただく機会が増えていて、本当にいいものを作っていると思えた時にはですね、よりわかりやすく紹介ができるように、YouTube を通して僕自身も成長していきたいなと思ってます。10、最後に視聴者に一言。はい。視聴者さんに向けてということで、そうですね、もう、言いたいこと、お伝えしたいことはたくさんあるんですけど、もうまずはいつも見ていただいて本当にありがとうございます。動画への高評価だったりとかコメントが本当に励みになってます。で、僕自身も、まだまだ発信者として成長途中なんですけど、ココとミコの成長とともに、これからも温かく見守ってくれると嬉しいです。はい。もう結構駆け足で質問にお答えする形になったんですけど、ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。これからもですね、トトネコチャンネルを応援していただけると嬉しいです。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。美味しそうに食べるその顔が好き。たまの嘘つきも君のチャーミング